味付けまでトータル約2週間。牛骨スープで炊いちゃうと全部飲んだ。全部。食べずにはいられなくなるラーメンだと思います。37年間は来てるんだね、もうね。やっぱスープも美味しいんだね。はい、いらっしゃいませ。名前が皿谷和美です。36歳です。全部一本一本削ってます。身がギュッと締まってるところ、そうで、こっちがちょっと脂身が多いところ、やっぱりねバランスよく入ってないとうまみのバランスが取れないんでね。おはようございます。おはよう。これ1924はうちの創業年度。食べてみて。そう、これ削りたてじゃないとこの香り出ないんですよ。このぐらい香りが。うわ、立ってますね。すごい。今ここ出てる牛骨と鶏ガラの、あと昆布と椎茸だとやっぱり、でこれが牛骨ですね。これが、はい、これ牛のまあ足だね。足です。これね、こういう感じ。アクって結局あれタンパク質だから、そうタンパク質に吸着してくるもんなんで、これだからこういうものを一緒に入れることによって結局そのアクを付着させるっていう意味もあります。昆布、椎茸、本当親鳥なんだけど、まあ基本うち全部もう計量するんで、職人の勘とか一切ありません。牛骨がやっぱ一番ベースかな。はい、まあアクは出たら取ればいいしっていう感じで、本当ここまで。これ牛もも肉ですね。まあ、これ地域活性してきた時に蕎麦屋に転身した。でそれと同時にもっと栄養価高いものっていうところで、関東大震災で中華街で料理していた人たちがこっち疎開してこっちでラーメン屋台引き始めたのをきっかけに米2票とねレシピ交換して、まあ、牛骨ラーメン誕生したっていう。ちなみにこのもも肉は、はい、これ1日大体どれぐらい使われるんですか？肉だとねやっぱ多いと30から40。まあ大体1時間で、これ生醤油が、まあ、2種類とチャーシューの煮汁を、そう煮た醤油を3種類合わせてブレンドします。これ味で言うとチャーシューの煮汁入れることで甘みもそうだし、薄口入れることでキレが一気に増す。ちょっと濃度がありながらもキレがつく、キレとコクが深いものに仕上がるっていう。どうぞ飲んでみてください。よかったら。結構濃いでしょ。濃い、すごい濃い、するんでね。そうそう。1階は製造部門の作業場。ここか。これが髄なんでね、うまみでスープに溶け込むんで、ここをしっかりと出してあげないと美味しくならないんですよね、結局。出してあげると、割ってあげると
筋肉質で旨味が強い。ここがちょっと筋がね、肉肉しいのをいかに繊細に仕上げるか。チャー牛麺。最初。さっきのとちょっと違うと思う。これちなみに一塊何キロあるんですか？これ一塊に10キロ大体で、計20キロって感じ。水の冷たさとかでいうと、俺山形やっぱ今まで飲んだ水で一番、こんな暑い夏でもうち水道水キンキンなんですよ。ただ水はいいですよ。だから着物屋さんもそうだし。感じで完了です。うちはもうほんとしっかり煮込みます。ビーフみたいに言ったのが今揚げた。もうこれ本当生醤油に砂糖入れて、朝ごはん。朝飯食べてきた？あれ、あんな感じ、あんな感じ。うちはたまたまそれを鰹節でやっているようなもんで、牛骨だけグツグツ煮ちゃうと白くなるんですよ。濃度が上がりやすくなるんで。今日取ったスープをストックしといて、で昨日のスープ合わせてみたいな。どっちかというと博多の呼び戻し、まあネギの頭でもうこれで終わり。あと何も入らない。もう結構3代目が開発したなんかちょっと改良加えたみたいなのもあるんです。時代の流れによって材料の質が違うんです。15年の中でも本当毎日勝負みたいなところはありますね。やっぱりちゃんと軸になるものは持ってるんだけど、そこから変化対応をさせて常に同じ美味しさ提供できるようにっていうのは徹底している。自分が子供の時に祖父母がやってました。父親は継いでません。はい、そう祖父母から孫です。広島でそれこそ学生しながら居酒屋でバイトして、でそのまま日本料理屋で、そこでちょっと3年ほど実務経験も出してもらいながら食材の使い方とか教えてもらいましたけど、その後1年間だけちょっとカナダ、あっちで日本料理屋さんでちょっと働いて、自分たちが本当に提供したいものっていうのがやっぱりより長くお客さんに召し上がってもらえるものっていうところで、やっぱりそういう化学調味料もそうだし添加物もそうだし、そういうところっていうのは
基本的に入らないもの、うまみを抽出するっていう時には基本入れないっていう風にこだわって、今は昆布と椎茸とふんだんに使わせてもらって、で鰹節ももちろんふんだんに削りたてだけを使用して作らせてもらってますね。はい。いいですか。シンプルなんですよ、製法自体が。もうこれ味付けも醤油と砂糖だけです。こっちは結構すぐ遅いからね、染み込むんでね。で今も肉もこれだんだん色薄くなってくるんですよ。最初すっごい真っ黒だったと思うんだけど、徐々にこれ染み込んできてる証拠で、噛めば噛むほど美味しくなるってやつ。乾燥してんのをね、乾燥の今年で13年目ですね。20歳になった時から皿屋さんは。この人だったらまあついてっても大丈夫だなって、芯がぶれないっていうか。これがこれが乾燥メンマで、これ塩が浮いてるようなもんなんで、そうそう、全部しっかりグツグツ煮込んで、でカットして、これ何日か繰り返して味付けまでトータル約2週間手間かかっちゃうから、今ラーメン屋さんもメンマ離れしてるんですよね。今日は生中華のあれは別にお願いします。工房長の阿比子です。よろしくお願いします。この部分を使うかっていうのどういった味の特徴になるような小麦粉になるんですか？割とコシの強いタイプの中華麺用の粉になってますね。純強力、普通の小麦粉よりは強い粉になってますね。これは生地の硬さですね。目で見て粉の動き方を見て握ってみて柔らかさを確かめて、この粒の大きさと握った時の柔らかさでその日の状態で加水率調整して生地にしております。粉砕した麺合わせでだいたい70キロ、製造の時だとだいたい10回ぐらい、1日の製造で600キロから700キロぐらい原料を使って製造します。
いつもはだいたい1日に何玉生麺で？生麺ですと330から長期休み前だと600近く、そうですね、平均して450玉ぐらいですかね。これね、牛骨だけだとこうはなんないんだけど、ほらこう鰹節とか黄色みがかった、っていうか本当はこれ白なんだけど、普通にその韓国の牛骨スープで、これ昔の人の技法ですね。結構あっさりして見えるけど濃厚にガーッとくるでしょ、うまみが。何そんな離れちゃう。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。はい、毎度。はい、おはようございます。はい、毎度です。はい、いらっしゃい。LINE のクーポン付きね。お願いしました。はい、どうも味濃いめの牛クーポンです。ありがとう。まだいつもありがとうさまな。こちら。食べにくい。おかみさん。2人ともよくお店には来られたりされるんですか？うん、だね、出前。ちなみに何歳ぐらいから食べに来られたり？小学生ぐらいからもう出前で頼んで3代目だもんね。初代からだからね。初代から38年ぐらい前からな。雑味がないスープがこれスープに一回食べたらやみつき
食べずにはいられなくなるラーメンだと思います。はい、いらっしゃいませ。担々の大盛りで。それ。ああ、出前ぼちぼち出るけど。今も行きます。あ、行く？行く。行きます。今日はなんでこちらに？サラダ屋さんのラーメンが美味しいから。だからサラダ屋さんのラーメンが美味しいからっていろんなとこから人を連れてきたから。そういうことです。一番のこのお店の推しポイントがあるわけ。やっぱスープも美味しいんだね。チャーシュー、これも美味しい。全部飲んだ。全部。雑味ないから飲める。濃い口のスープで麺食べて、でもその後割りスープもらったやつ薄めで飲む。だから2回楽しめ。出前付きでも持ってる。人によって食べ方がいろいろあるんでね。ごちそうさま。37年間は来てるんだね、もうね。そばに使っていくことで、こうやって締めることで、より食感と風味が立つっていう。
これがそばです。はい、これ使用した28のそばですね。特徴的なのが噛めば噛むほど味が濃厚になってくるっていう。はい、毎度ありがとうございます。はい。ここ一緒に切っちゃおうかな。ください。冷たい中華の大盛りです。いまだに残るんだよね。そば屋さんとかたまに見たら、させていただきました。何時ですか？お願いします。会長さん入社して。車乗っけるところまで立っても言われてんのか冷たいラーメンをおかず。冷やし中華は夏季限定。冷やしラーメンは通年で。はい、いらっしゃいませ。これ南の。はい、毎度。別々のお客さんですか？出前の時は胡椒振られてるのなんなんですかこれ。でも胡椒なんで海苔の上にくんのかってこれ苦手な人は食べるように広がんないように。そう子供さんが食べるパターンとかあるから年配の人がねなんか刺激物強いのはっていう人が取りやすいよ。はい、あれさん。あんまりダメなんだ。何をご注文はされたんですか？担々麺です。出前取るときははいいつも担々麺ですか？すっごい今日レアです。
いつもだいたい中華。ここがおすすめポイントですみたいなのがあれば。スープの相性が本当にバッチリで、毎日食べても飽きないですし、子供から大人まで多分みんなに好かれる味付け。何歳くらいからこのラーメン屋さんのラーメンを食べてるんですか？離乳食終わって麺が食べれますよみたいになった時から、もう週に1回は必ず食べたい。兄ちゃん、このラーメンの美味しいポイントをちょっと教えてください。うまい。胡椒と麺が、あってうまい。めちゃくちゃおすすめ。美味しい。勤められて何年になるんですか？何年になるんですか？何年数の人やんなきゃいいな。70年。お待ちどうさまでした。お待たせしました。中華そばです。ここ参加してもらえれば。んだ。どうもどうも。そうだな思っていいけど。すいません。なんだか。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。はい、ありがとうございます。うちのこだわりとしては、これ実は昔もうちょっと麺太かったらしいんですよ。やっぱうちの中華そばって働き人のためのやっぱ食事だったんで、昼休みの時間決まってるから、サラリーマンの皆さんだからだんだん茹で時間が長いことにうちの祖父が懸念し始めて、でさっと食べれるし、今時の極太のわしわし系じゃなくてスッと入れるんで入れれるんで、忙しいやっぱりサラリーマンの方々がさっと食べてすぐ仕事に戻れるようにっていうのを、まあ本当お客さん目線で意識した麺がこっちっていう。でこれがうちの中華スープにとても風味高いスープに合うというのが、まあう
ちの麺のこだわりですね。うち結局見てもらった通り、おじいちゃんおばあちゃんと孫が一緒に同じもの食べるんですよ。やっぱり家族がやっぱ3世代にわたって本当同じもの食べれるんで、そうやっぱそういう思いがね、こうちゃんと伝承されていくっていうのをうちもやっぱり意識してこの細麺を使ってますね。細麺の高水麺。